こんにちは。今回は先日作ったこちらのスパンコールのお花をピアスやイヤリングに仕立てていきたいと思います。使用する道具です。ハサミ類、やっとこ、ニッパー、水で消えるペン、それから木工用ボンドと接着剤、綿棒と爪楊枝があると便利です。刺繍枠から外して周りをカットしていきます。刺した糸の外側からだいたい5ミリ以上開くようにしてカットします。スパンコールの形に合わせて切ればどれも大丈夫だと思います。生地に切り込みを入れていきます。縫い糸の形に合わせて余白を折ってボンドで貼っていきます。これは糸に合わせると少し小さくなりすぎるので 12mm の円に合わせて留めていきます。まずはこのピンクのお花から仕上げていきます。裏地用の合皮とポストタイプのピアスを準備します。裏地の真ん中より少し上の位置に穴を開け、ピアス金具を取り付けます。接着剤で芯地、裏地の順に貼り付けます。接着剤はピアス金具と裏地の間にも塗ります。接着剤が乾いたら表地に合わせて裏地を切っていきます。続いてこちらのパーツを仕上げていきます。裏地用の合皮とフックタイプのピアス、コットンパール、T ピンを準備します。T ピンはこれ太さがちょっとわからないんですけど、ちょっと太いタイプです。パールの穴を抜けてしまう場合はビーズを通してからパールを通してください。縁かがりをするのに60番の糸と数字用の針を使います。裏に糸で9ピンを縫い付けていきます。合皮を 14mm でカットします。表と裏を接着剤で貼り合わせます。接着剤が乾いたら縁がかりをしていきます。60番の糸を2本取りにして玉留めしています。針を表地と裏地の間から裏地側に出して玉結びを隠します。1針済んだところに裏地と表地を重ねて針を刺して
に糸をかけます。そして針を引き抜きます。針進んだところで針を裏地と表地重ねて刺して、針に糸をかけて針を引き抜きます。これを1周繰り返します。最後は最初のこの糸を針にかけて表側から表地と裏地の間に針を出します。玉結びをして、ちょっと糸が短すぎて玉結びができなかったので肩結びをして、に糸を通して表地と裏地の間に針を刺して、少し離れたところから針を出します。糸を引いて結び目を隠します。9ピンの穴が開いている方に90度こちら側を倒します。8ミリになるようにニッパーで切ります。やっとこで丸めます。コットンパールに T ピンを通して90度に折り曲げてニッパーで 7,8 ミリにカットします。丸やっとこで丸めます。パーツをつないでいきます。2つ目の完成です。続いてこちらをイヤリングに仕上げていきます。裏地用の合皮と缶付きのイヤリングパーツ、8ミリの丸カンはちょっと大きかったかもしれないです。6ミリぐらいでもいいかもしれません。刺繍糸は DMC の06番と07番。タッセルを作るのに厚紙とコピー用紙のような薄い紙を準備します。縁かがりをするのに60番の糸と数字用の針を使います。裏地の合皮を 12mm の円、真地のプラ板をそれより少し小さい円にカットします。イヤリングパーツを表地に縫い付けます。缶のところをこのスパンコールとスパンコールのくぼみのところに合わせます。表地に芯裏地の順で接着剤で貼り付けます。こちら側にも接着剤をつけます。接着剤が乾いたら先ほどの青いピアスと同様に縁かがりをします。刺繍糸でタッセルを作ります。 7.5 センチの長さの厚紙を準備します。糸端を下にして少し出しておきます。10回巻きます。同じ糸を8センチぐらい切ります。厚紙から糸を外します。8センチの糸で真ん中を結びます。
丸カンを開いて糸を入れます。丸カンを閉じます。もう一つの糸を15センチほどの長さに切ります。こちらに巻いて一度結びます。残っている糸を巻きます。糸を結んで巻いた糸に少しくぐらせて糸をカットします。2.5 センチ幅の薄い紙を準備します。巻いて紙に合わせて糸をカットします。パーツをつなげます。続いて4つ目はイヤリングに仕上げていきます。裏地用の合皮とキューピン2本、丸カン2個、イヤリングパーツ、それからこういったパーツを準備しました。裏地は 14mm の円、真地はそれより少し小さな円に切ります。イヤリングパーツをスパンコールパーツの裏に縫い付けます。この缶の部分がスパンコールとスパンコールの間の溝のところに来るようにします。キューピンをここに2本縫い留めます。長いので少し切って折り曲げます。糸で縫い留めます。接着剤で真地裏地の順に貼り付けていきます。イヤリングパーツのお皿のこちら側にも接着剤をつけます。直刈りをするので端までは塗らなくて大丈夫です。これは少しブランケットステッチがやりにくいので手まつりの要領で縁をかがっていきます。表と裏の間から裏側に針を出します。針を出した真向かいの表側から針を刺して斜めに裏に針を出します。これを一周続けます。最後は表側から表と裏の間に針を出して
玉留めをして、玉留めの根元から表と裏の間に針を入れて、適当なところから針を出して玉結びを隠します。パーツを組み立てていきます。Qピンにこちらのパーツを取り付けます。反対側も同じようにつけました。丸カンを使ってこのパーツをつなげていきます。完成です。スパンコールを使ったアクセサリーは軽くて華やかなものができるので、ぜひ参考にして作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。